ES1200 エンジン不調イグニッションコイル交換編。スターターを引いてかけてレバーを戻すとアイドリングが不安定。キャブが関係しているとは思うけど、それをはっきりさせるため、その前にイグニッションコイルを交換します。この結果は最後までゆっくりしていってね。冬の気配が近づいた11月の日曜日、久しぶりにエンジンをかけてみた。その割にエンジンの始動性は悪くない。ところがスターターを戻してみると、バタバタと排気音のバランスが悪い。出来上がりも重く、明らかに調子が悪い。レバーを完全に戻すと止まりそうに。止まった。何気筒か調子が悪いようです。バランスチェックをしてみます。2段のプラグコードに行きます。一瞬落ちたけどあまり変化なし。続いて1番シリンダーです。回転数が落ちて止まりそうになる。もう一度2段。やっぱり少し影響が弱い気がします。続いて4番シリンダー。回転数が落ちて止まりそうになった。続いて3番シリンダー。回転数が変化しないのでもうダメ。というわけで2番3番に問題ありそう。以前からなんとなく続くエンジン不調。修理作業の結果をその都度確認するため、プラグやプラグコードの交換、そしてプラグアーシングまでやって、一つずつ段階を踏んできました。しかし再び不調が再発したので、キャブレターの分解清掃の前に点火系統に対する疑いを排除するため、イグニッションコイルの全交換、かれこれ25年以上も使っているし、そろそろ交換しても罰は当たらない。ここで思い切って交換します。これで改善しなければ、いよいよキャブを下ろして分解清掃です。左側の伝送系パネルを外します。右側の冷却系パネルを緩めます。T シリンダーカバーを開けます。2番用コイルの外側ボルトを外します。2番用内側ボルトは回しにくいので、
内輪ボルトに交換しています。細い棒状のもので押し込んで緩めて、あとはひたすら指で回します。2番用コネクターを抜いています。4番用のコネクターを抜いています。長い六角レンチとメガネレンチを組み合わせてフレームの内側から4番用コイルのボルトを回します。1番と3番は丸見えなのでとても簡単。1番プラグコードをゆっくり抜きます。3番プラグコードをゆっくり抜きます。イグニッションコイル取り外し完了しました。よく断線していることがあるので、コネクターやリード線をチェック。異常はなかったようです。プラグコードも異常がないか点々。交換したばかりなので問題なしです。黒ゴム接着剤を用意しました。コードとキャップは交換済みなので、今回はコイルだけの交換です。高価な部品なので4個一度には買えず、お小遣いを切り詰めて1ヶ月に1個4ヶ月かけて買い揃えました。コイルからコードを抜いて組み直し、コードの先端にキャップを入れて、次に抜け止めのゴムリングを入れます。その隙間に黒ゴム接着剤を塗布しました。コードをコイルに奥まで差し込みます。キャップを締め込みます。1個完成。以下同様4個完成しました。それでは2番4番用を取り付けます。4番用をキャップの方から差し込み、エンジン右側に引き出します。奥深くて見えにくいのでちょっと大変。続いて2番用、内側は非常に回しにくい。
後ろバンクの周辺は配線が多く、プラグコードがマイナス線やフレームに近いので、被爆劣化等で万が一の漏電を防ぐため、絶縁ゴムシートを巻こうと思います。ここは主にプラス線を束ねてフレームと隔離、結束バンドで軽く巻きつけました。隙間からプラグコードを差し込んで、一番用コイルをフレームに取り付け、配線コネクター接続。3番用の近くには極太アース線あり、アース線束にゴムシートを巻き、プラグコードとアース線を隔離。必要ないかもしれませんが、ここまでやったという気休めです。隙間からプラグコードを差し込んで、3番用コイルをフレームに取り付け、配線コネクター接続。キャップをプラグにセット。エンジン始動に向けて準備完了。それではエンジンをかけてみましょう。スターターを目いっぱい引きます。しかしこれによって確実にプラグ系とコイルの疑いは消えました。再びエンジンをかけると、バックファイヤー。びっく
くりした。3番からのバックファイヤー直撃です。キャブより先のエシレーター付近、右へは吸引はしていないようです。ところが3番に直接吸わせるとというわけで、エンジン不調の原因はキャブレター。とうとうオーバーホールです。フロート室からガソリンを抜きます。キャブを車体から初めて下ろします。果たして中はどうなっているのか。30年間の汚れ具合は、抜き取った燃料を見てみると、特に異物などは出てこない。燃料ポンプから来ているメインホース、バンドを緩めて外します。左側の電装パネルを外して、連結インシュレーターのバンドを緩めて、スロットルワイヤー中継を分解。引きと戻しでワイヤー長さが違うので、間違えて取り付けることはないでしょう。キャブレターを上に引き上げます。で、この原理を使うと楽に外れます。左側にスライドさせて引き抜きます。連結インシュレーターも外しておきます。しばらく放置でゴミが入らないように養生テープで蓋をしておきます。それではいよいよ分解してみましょう。スターターリンクや連結を外します。細かい部品が多いのでなくさないように。ホースを外して4個に分割します。それではフロート室を開けてみます。赤いサビの痕跡が残っていました。とても良い状態とは言えません。というわけで、分解清掃の様子を詳しくお伝えします。またオーバーホールをしていきながら、新たな事実が発覚。また見てね。
後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。